Hello everyone! 皆さんこんにちは。I'm the blind acupuncturist Hiro from Japan. 盲目の鍼灸師ヒロです。ご覧いただきありがとうございます。Thank you for watching. チャンネル登録、高評価、コメントも本当にありがとうございます。大変励みになっています。動画の更新ができずお待たせしてしまいました。いろいろとすることがあって少し忙しくしています。その一つが嬉しいことに私の針師としての仕事です。治療院の開業宣言をしてから3ヶ月が過ぎ、私の友達や友達の紹介で来院してくださった方が施術を受けてくださり、少しではありますが患者様を見ることができるようになってきました。と言っても施術したのは3人なのですが、ただその3人が皆さんまた来てくださったり、遠い方はまた来ると約束してくださったりしています。1回の施術でも効果が見られて、それは患者様と同じぐらい私の喜びになっているし、自分が誰かを助けているという自信にもつながっています。では私の近況はこれぐらいにして自己紹介を続けようと思います。自己紹介のパート1と2もありますので、もし興味を持っていただけましたらそちらもご視聴いただけると嬉しいです。数年間仕事もなく孤独に暮らした後に針師になると決めたのですが、それからはとても厳しい道のりでした。私がこれから話す内容はとても辛いものなのですが、そのような経験が逆に針師になりたいという思いを強くしていきました。私が直面してきた事柄が私を成長させて、以前の私よりももっと患者様を癒して理解できるようになったのだと信じています。通常であれば針師になるための学校は3年で卒業できるのですが、私は6年かかりました。学校を2回変えたからで、私は3つの学校に通いました。それぞれの学校で違う形の問題がありました。いじめ、無視、ハラスメントなので、私はそういったものと戦いました。そんなことが視覚支援学校で起きているということに私は驚きましたが、どうして自分が被害を受ける側にいるのかはよくわかりませんでした。今は私が弱い立場だったから、全盲の学齢ではない女性だったからではないかと分析しています。視覚特別支援学校にいましたが、弱視の生徒が多くいて、クラスにもよりますが、私は少数派でした。そして私の態度がある種の人たちを
不愉快にしていたのだと思います。私は弱い立場にいながら幸福そうで自信があり、はっきりとものを言っていたからです。国際的には私はそうあるべきなのですが、日本では特に支援学校ではそうであってはいけなかったようです。二つ目の学校の2年生だった時に、私は重い病気にかかって2年休学しました。肺炎にかかって1週間入院したのですが、その後も精神的、肉体的に疲れ切っていて、ちゃんと回復することができませんでした。休学中にとても大切な人たちに出会いました。一人は経絡治療をしてくださった鍼灸師の先生で、この治療のおかげで私は完全に回復することができました。針師の間では経絡治療は難しいと思われているのですが、現在私は自分の患者様のためにこれを学んでいるところです。もう一人は霊的能力の高い方で、私が学校を卒業するために何をすべきか、何をしてはいけないかというアドバイスをくださいました。その方は当時、私が学校の中で取り巻かれていた環境や私の様子をまるで私の隣で全て見ているかのように理解してしまいました。そして私の振る舞いが他者からどう見えていたかについて教えてくださいました。それは私にとって厳しい内容ではありましたが、私は戦ってはいけない、目立ってはいけないと知りました。私はもう一度転校することを決めて、次は学校ではできるだけ目立たないようにしました。残念ながらそこでも問題が起きて、私は最後の数ヶ月は個人事業という形で授業を受けることになりましたが、幸運にも鍼灸、あんま指圧マッサージの国家試験に合格しました。問題を避けるために違う教室を探して、私が勉強を続けられるように取り計らってくださった先生方には、今でも本当に感謝しています。ありがとうございました。ちょうど私が卒業した頃にコロナのパンデミックが始まって、私は開業を2年ほど待ちました。今多くの針師がマッサージ師が職を失っていると聞きます。とても厳しい時期ではありますが、私の施術を必要としている患者様にお会いできるといいなと思っています。学校で問題に直面したとき、私は天が私の思いの強さをテストしているのではないかと感じました。ですが、この経験がさまざまな理由で苦しんでいる人たちをさらに深く理解できるようにしてくれた。それゆえに私は患者様のことが理解しやすくなった
というのは、患者様は弱い立場にいるからなんです。もしかすると厳しかった学生時代が私を特別なセラピストにしてくれたのかもしれないと感じています。こう考える一方で、私は他の全盲の人たちには同じ経験をしてほしくありません。あまりにも辛すぎて資格を取ることを諦める可能性が高いからです。私は社会を変えなければいけなかった。何ができるか考えて世界に友人を作るために私の生活を見せるビデオを作りました。私は自分の身近にクラスの中に友達がいなくて苦しみましたが、クラスの外では私が問題を乗り越えるための力を与えてくれる友人や先生がいました。海外の友達には自分らしく生き続ける勇気をもらいましたし、日本の友人たちの思いやりは私の心を癒してくれました。私は世界をもっと弱い立場の人たちが自信を見せて生きることができ、何を考えているのかをはっきりと言えるようにしていきたいのです。その変化の鍵になるのが友情だと私は信じています。どうしたらこのチャンネルを大きくできるかはまだわからないのですが、 YouTube は私の考えを伝える、世界を平和な場所にしていくための良い方法だと感じています。ご視聴いただきありがとうございました。これを見てくださっているあなたとも友人になれたらとても嬉しいです。もしあなたに癒しが必要であるならば、私が癒せたらと思います。私は特別なセラピストのはずなのですから。Thank you for watching. I wanna be your friend. ではまたお会いしましょう。See you again soon. Bye.